はい、皆さんこんにちは。献立作っていきたいと思います。今週もね、トマト煮があったり、みぞれ煮があったり、とってもね、美味しい献立たくさんです。そして記念すべきボリューム30でございます。トータル52週、残り22か、折り返して頑張ってますんで、ぜひ皆さんチェックしてみてください。じゃあ行きましょう。今週の献立こちら。月曜、豚バラ焼き豆腐、そして副菜、シャキッと玉ねぎのトマトサラダです。はい、じゃあまず食材から切っていきます。ほうれん草はザクザクと、お豆腐4等分にします。このままいっちゃいましょう。おい、オッケー。おい、そして副菜の野菜、玉ねぎはみじん切りにしていきます。おい、ザクザクと。おい、こちら玉ねぎ水さらしておきましょう。おい、そしてトマトくし切りにしましょう。くるくるっと半分。あとここね、落としてあげたら食べやすくなるからね、ちょっとひと手間ですけど、トマトのここ食べづらいよって思う方はスッと落としてあげると口当たり良くなるね。大きなトマトなので12等分とか半分にしたり、ちょっとね大きさ揃えてあげて、ちょっとちっちゃめに切りましょう。おい、そしたらね、豚バラたっぷりだね。ちょっと大きいから半分に切ろう。おい、袋の中でほぐしましょう。中にね、お酒と生姜加えてよく揉み込んでおきます。先ほどの玉ねぎ水気取っておきましょう。おい、そしたら先ほどね、水気を取った玉ねぎに調味料加えていって、先にねドレッシング作っていきましょう。お家でね簡単にドレッシングできるとねいいよね。で、よく和える。おい、そしたらね、フライパンにごま油、豆腐焼いていきましょう。豆腐ね、両面焼けたらめんつゆとお水入れます。このままちょっと煮込みましょう。ぐつぐつ。豆腐ね、ちょっと煮るのに時間かかるんで、先にトマトを仕上げちゃいたいと思います。トマトをお皿に盛り付けます。で、ドレッシングかけるだけ。超簡単。よいしょ。そしたらドレッシングね、ちゃちゃっとかけて、完成。もちろんこれボウルでね、あえて作り置きにしてもいいと思います。完成。こちらで1品目出来上がり。じゃあね。そしたらね、煮立ったので豚肉入れていきましょう。豚肉入れるときね、塊になってるんで、ちょっとほぐしながらね入れてね。塊のお肉はね美味しくないからね。美味しそう、いいね。お肉にも火が入ったので、ほうれん草を入れて軽く火を入れたら完成。よし、じゃあ盛り付けていきます。お豆腐美味しそうだね。で、お肉もたっぷり。ほうれん草もいいね。なんか冬って感じやわ。よし。最後のシールもね、忘れずにね、塩美味しいからね。あとお好みで七味ね、パパパパって。で、完成。火曜日です。鶏肉のしっとりみぞれ煮、そしてきのことベーコンのペペロンマリネです。はい、じゃあ火曜日切っていきましょう。今日もね、ほうれん草出てくるよ。美味しいよね、ほうれん草ね。サイズは昨日と同じ。油揚げは好きなサイズに切ったらいいかな。炒めるんでね、ちょっと大きめに切ろうか。じゃあ1センチ幅ぐらいで、さらにそれ半分。よいしょ。サイズ的にね、これくらい。みぞれ煮なので大根おろします。きのこ切っていきます。きのこね、下を落として手でねほぐしていきましょう。こんな感じ。しめじも一緒ね。手でほぐす。バラバラっとこんな感じね。エリンギちゃん、エリンギちょっと大きいか。じゃあ半分にして、スラ
ライス、ニンニクグッと潰して両方ちょっと落としてあげて、で中からね芽が出てくるんで芽を取り除きましょう。よし OK。 ベーコン5ミリ幅に切っていきます。はい、こんな感じね。そしたらねお肉そぎ切りにしていきましょう。でお肉にね塩コショウとお酒しましょう。下味はねしっかりつけましょう。そしたらね鶏肉をポリ袋に入れて粉漬けしていきます。みぞれ煮ね、ここちゃんと粉漬けするかしないかによってねしっとり具合が変わるのと、みぞれ煮のね汁がねちゃんとねまとうんですよ。なのでここちゃんと粉漬けしましょう。ほい、そしたらねまずはごま油、鶏肉焼いていきます。油揚げ入れます。油揚げ。そしたらここにめんつゆと水加えます。このままちょっとだけ煮込んでいきたいと思います。この後ね大根おろし入れてほうれん草入れて完成。じゃあその間にじゃあペペロン風いきましょうか。フライパンにオリーブオイル、ニンニク香り出していきましょう。ニンニクにね香りが出てきたので赤唐辛子、そしてベーコン加えて炒めていきましょう。ベーコンに焼き色がついたところでキノコ入れていきましょう。よく炒め上げる。よし、そしたらねキノコしんなりしてきたので調味料加えましょう。醤油、お酢、塩コショウ、あとお砂糖ね。よいしょ。うい、いい感じ。いいかな。 OK、 こちらは完成。いいね。全体的によく入れて味もね染みてそうです。大根おろし加えましょう。大根おろし全部いっちゃおう。よし、全体よくなじませる。これでねみぞれにあっという間にできちゃうよね。ほうれん草も加えちゃいましょう。ほうれん草がね全体的に火が入ったらこれでこちらで完成。あとね加減でねちょっと醤油回し入れたりとかして皆さんの好きな濃さに調整してみてください。これだけでもね十分味はね入ってるんですが、僕らはちょっとこのままあと一回ししようと思います。そしたらみぞれに盛り付けます。美味しいねこれね。こんな感じでよし盛り付けました。なんかねいいね冬っぽいレシピ。お好みで七味かけて完成。じゃあ盛り付けます。いやいいね、きのこたっぷりだね。よし、うい、こちらで完成。2品目出来上がり。週の半ば水曜日、パパッとうまい肉味噌キャベツ、そしてきのことたっぷりけんちん汁です。はい、じゃあ野菜から切っていきます。まずは野菜ざく切りしていきましょう。半分にして切っちゃおうか。はい、ピーマンも一口大に切っていきます。一口サイズに切ります。半分にしようか。上の部分ね食べれるからね、端っこ部分なんでねヘタだけ取って切っ
ってください。人参は短冊にしていきます。よいしょ。この後ね、また人参切るんですが、調理の方法によって切り方変えるとね、より美味しく食べれるんでね、ぜひそういうとこも意識してみてください。ちょっと長めの短冊にしようか。ほい。そしてこちらの人参はじゃあ汁物なので、まず輪切りにして、半月でもいいか、どうしようか悩ましい。このままザクザクっと横にいっちゃうか。いけるか、いけない、あ、いけなかったオッケーでしょ。きのこも切っていきます。こう、よし。これね、手でほぐしていきましょう。適当にね。大きいので半分にしちゃおう。今回ね、汁物なんですけど、あんまり切り方には、ね、こだわりなく、食べやすいサイズに切ってください。エリンギ油揚げ、油抜きしましょう。簡単にね、お湯かけるだけでできるからね、丁寧にやってもいいんですけど、簡単にいきましょう。こんな感じ。ひき肉にも塩コショウしましょう。だけもしときましょう。よくほぐしておきます。調味料入れていきます。まずお味噌、そしてそこにお醤油、酒みりんね入れて、ここでもうニンニク入れちゃいましょう。今回ね、味噌でね、こう炒め物を作っていくんですけど、味噌をね、これ事前にこうよく溶いておきましょう。結構ね、フライパンの中で後からポンって入れて溶かしながらやるとちょっと大変なんだよね。結構ダマになっちゃうと、それが残ったまま炒め物できちゃうとね、食べた時にしょっぱってなるしね、一回ここでね合わせておくと安心です。そしたら鍋にどんどん具材入れていきましょう。で中ではね 600ml ぐらいのだしを沸かしてます。だしは鰹節でもいいし、昆布でもいいし、しいたけとかでもいいしね、お好きなだしで作ってみてください。そして油揚げ、このままちょっと煮ていきましょう。 OK。 その間にね炒め物作ろう。まずはフライパンにごま油敷いて野菜炒めていきましょう。人参とねキャベツ、ピーマン入れていきます。はい、こんな感じで野菜が炒まりました。そしたらね、一回取り出します。同じフライパンにまたごま油、ひき肉炒めていきます。でね、こうちょっとフライパン全体に広げて、ちょっとこのまま焼き付けていきます。お肉ね、色変わったので、先ほど合わせたもの入れちゃいましょう。ちょっとね、炒め煮ていくような感じかな。よいしょ、ぐつぐついきましょう。そしたら煮詰まってきたので野菜を戻します。これね、ちょっと一手間なんだけどね、これやってあげることでね、両方ともね、お肉も野菜もジャストで仕上がるんでね。よし、シャキシャキ。おい、待つわ、できた。いいね。そしたらあとは強火でささっと炒め合わせて完成。はい、そしたらね、こっち鍋最後に醤油くるくるっと一回しぐらいかなで完成でございます。はい、そしたらスープ盛り付けます。美味しそう、いいね、具だくさん。ほい、完成。こちらも盛り付け美味しそうだね。これなんかご飯の上にね乗っけて丼にしてもいいかもね。よし、こちらで完成。はい、今週ももうちょっと頑張ろう。木曜日、簡単コロッと鶏肉のトマト煮、副菜レンコンとベーコンの粒マスタード炒めです。黄色パプリカ、これはね一口サイズにね適当に乱切りにしてください。ほい、そして玉ねぎみじん切りにしていきます。続いてニンニクもみじん切りにしていきます。そしてパセリもザクザク
と粗めに切っておきましょう。副菜の野菜、レンコン切っていきます。5ミリ幅ぐらいの半月にしていきます。半分 OK。 そしたら酢水につけておきましょう。人参を薄くスライスしていきます。そしたらこちらいちょう切りにします。そして最後ベーコンは1センチ幅半分にして8等分ぐらいかな。そしたら鶏肉いきます。鶏肉ね、いつもの通りに余分な肉、そして油ね、皮この辺処理していきましょう。あとはね、食べやすいサイズ、一口サイズに切っていきます。もしね、これスーパーでね、唐揚げをあればそちらで全然 OK です。塩コショウしていきます。お肉のね、下味はね、必ずしてね、美味しいからね、その方がね。よし、そしてお酒もね、OK。こちらでお肉は準備 OK。そしたら、オリーブオイル加えて、ニンニクまず炒めていきましょう。ニンニク香りが出たので鶏肉から焼いてまいります。鶏肉いきましょう。たくさんあるんであれなんですが、気持ち皮から焼くように皆さん心がけてください。鶏肉色変わってきました。そしたら玉ねぎ入れましょう。さっと全体炒め合わせて、パプリカもいっちゃいます。でね、パセリは後ほど最後に切ります。そしたらこちらにトマト缶、今回はカットね入れてます。ちょっとあれかな、これホールの方が良かったかもね。皆さんホールがあればホールの方がいいかと思います。どちらでも大丈夫です。そしたらお醤油と蜂蜜、そしてコンソメ、ちょっとこのままねグツグツと煮込んでいきましょう。で、だいたい時間としては15分ぐらいかな。これちょっと目安に煮込んでみてください。そしたらフライパンも1個の方で炒め物いきましょう。オリーブオイル入れてベーコン炒めます。まずね、ベーコンでしっかりね焼き色がつくまで焼いていきます。いいね、いい香り。そしたらね、ベーコン色変わってきました。人参入れます。そしてレンコンも入れちゃいましょう。レンコンね、しっかり水気取ってください。取らないとね、これ油バシバシに跳ねるんでね、必ず取るようにしてください。このまま炒めます。でね、ちょっと根菜なのでしっかり火が入るまで炒めていきます。全体的によく炒まってきました。そしたらね、調味料入れていきます。マヨ、マスタード、そしてお醤油、ずっと回して炒め合わせる。で、手早く混ぜましょう。ちょっと味見。おいしい。 OK、 こちらで完成。15分ほど煮詰めたので、お塩とね胡椒で味整えて、そしたら盛り付けましょう。よいしょ、美味しそう、最高。よし、そしたら最後パセリねパラッとつけて完成。盛り付けましょう。こちらで完成。今週もお疲れ様。金曜日、鶏胸と白菜のピリ辛ごまだれ、そして副菜トースターで簡単です。カリッと厚揚げの鰹節和えです。お疲れ様でした。野菜切っていきます。白菜から切りましょう。白菜に芯を落としてあげて、こう分厚い部分と葉の部分を分けましょう。こう分厚いね、こう上切ろう。葉の部分ね、なるね、これも OK。白菜ね、これ冬よくね登場すると思うんですが、こういう硬い芯使うときにちょっと覚えていってほしいのが、芯をね
こう斜めに薄く切るんですよ。そぎ切りする。そうすると芯の部分でもね柔らかく食べることができます。こんな感じで残りのね白菜も全部斜めそぎ切りしていきます。長ネギみじん切りしていきます。この後ねタレと合わせるのでボウルの中に入れておきましょう。生姜はね皮を剥いて薄切りにしていきます。副菜厚揚げを一口大に切っていきます。8等分ぐらいかな。等分しようか。ほい。そして青ネギ小口切りにしていきます。よいしょ。続いて鶏を切っていきます。鶏もね白菜と同様に薄くそぎ切りしていってください。3つにまず分けました。パートをね。このまま薄くスライスしていきます。そしたら塩コショウ酒します。これしっかりねしてください。今回ね全体よくなじませておきましょう。こちらで材料準備 OK。 そしたらねネギだれ作ります。ポン酢、練りごま、生姜、そしてラー油。お好みでね僕ちょっと多めに入れよう。いいね。ういし、こんな感じタレができました。そしたらじゃあフライパンに移動します。フライパンにごま油を敷いて、ほんで全体なじませて重ねていきます。重ねるときに注意したいのが下の部分の方がねフライパン熱いので芯が下に行くように持ってってください。なのでちょっと硬い部分先行、硬そうだなっていうこういう雑芯みたいなところは先に入れよう。そしたら次鶏肉薄く切ってるんで全体的にピントになるように持ってってください。よいしょ OK。 そしたら再度白菜の上に重ねて、また鶏肉ちゃんこんな感じでね重ねてってください。で最後また鶏肉、生姜全体的にこう散らしていってください。最後酒ぐぐっとたっぷり入れてください。酒蒸しみたいな感じにしよう。はい、酒入れたらあとは蓋をする。そうするとねどんどん傘が減ってちっちゃくなってきます。あとは副菜の方に行こうと思います。厚揚げガガッと並べて、そしたらトースターね1000ワットで2分ぐらい。先にね厚揚げを焼いてる間に合わせる方作っちゃいましょう。醤油とからしよく溶かすねこれね。でネギちゃん入れて、鰹節もね入れちゃいます。鰹節全部いっちゃおう。パパパッでよくあえていきましょう。そしたら厚揚げが温まりました。中入れていっちゃいましょう。ポンとぐるっと混ぜる。美味しそう。いい匂いするな。はい、出来上がり。こちらもいい感じ。おい、じゃあ開けます。よし、じゃん。お、いいね。全体的にちゃんと火入ってるね。そしたらねこれ盛り付けていきます。そして最後ね先ほどのごまだれ全体的にパパッとかけて、美味しそうだなこれ。出たら完成。いや、いいじゃない。こっちも美味しそうだね。よし、こちらも完成。いかがでしたでしょうか。皆さんの献立作りにね、ぜひ参考になれば嬉しいです。それじゃあまたね、バイバイ。